こんにちは、まんまるなです。今回の動画は2022年上半期買ってよかった100均アイテムベスト10です。買ってからずっと愛用してるもの、使ってみて期待以上だったものを10個ピックアップしました。ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。まず第10位がセリアのピタッと石鹸ホルダーです。石鹸を浮かせて保管できる画期的なアイテム。パーツの内側に磁石が入っていて、この金属ホルダーとくっつくようになっています。金属ホルダーを石鹸に埋め込めば浮かせて石鹸をくっつけられるというものです。石鹸はトレイに置いておくと溶けやすくなったり、置いてた場所のぬめりを取るためにいちいち掃除したりという手間がありますが、これならそれを一気に解決できます。磁石の力も強すぎず弱すぎず、自然な力で付け外しできてちょうどいいです。本体と壁をくっつける粘着シートもその後落ちてきたりもしていません。ただ普段使う分にはすごく便利で気に入ってるのですが、石鹸が小さくなってくると石鹸から金属ホルダーが外れてしまいます。第9位がセリアの次が使いやすいゴミ袋です。キャンドゥでも売ってるのを見かけました。袋がすべて1本のロール状になってて、ミシン目ですべてつながってるのが次が使いやすいポイントです。これをゴミ箱の底にポンと置いておけば、ゴミ袋を変える手間が省ける家事楽アイテムになります。まずは1枚目の袋をセットします。ゴミ箱の底にロールごと入れ、ゴミ袋を設置。そこへいつも通りゴミを入れていきます。ゴミがいっぱいになったらそのままスルスルっと持ち上げると新しいゴミ袋がついてくるので、ミシン目を手で簡単にプチッと切ってこのままセット。いっぱいになったゴミ袋を閉じて新しい袋をセットするというような、そんな何でもないような日々の動作ですが、袋のストックがゴミ箱とは別の場所にあったりして取りに行く手間がかかったり、ゴミ袋を1枚だけ取り出したいのに数枚くっついてきてイライラしたり、こういった日々のちょっとした手間を解決できる家事楽アイテムだなと思っています。第8位がダイソーの味付け卵メーカーです。少ない調味料で味付け卵が作れる上、普通味付け卵を作るには卵を何度か途中でひっくり返したり手間がかかるイメージですが、そんな手間もありません。本体しっかりと調味料を行き渡らせるための内蓋、そして外蓋という構成になっており、すべてポリプロピレン製です。本体には計量カップ不要で作れるメモリがついてます。耐熱耐冷温度はマイナス20度から100度まで、電子レンジは使用できません。まずはゆで卵を作っておきます。
こちらは私がいつも使っているレンジで楽チンゆで卵。すごく楽に安全にレンジで調理できます。ゆで卵をしょっちゅう作られる方にはぜひおすすめしたいアイテム。ゆで卵が出来上がったら早速セット。この時点では卵の頭の部分が少し出てますが、内蓋をかぶせると全て浸かります。このまま冷蔵庫で約1時間以上漬け込んだら完成です。しっかりと味の染みた味付け卵になっています。調味料の節約になり、手間いらずで美味しい味付け卵ができるすごくありがたいアイテム。最近では同じくダイソーから2個用も発売されているので、そちらも買っておきたいなと思っているところです。第7位が洗濯物が一度に外せるピンチハンガーです。こちらはセリアのものですが、ダイソーやキャンドゥにも似た商品があります。ハンガーにはピンチが10個ついてて、一番端と端のピンチをグッと押すことで一度に洗濯物を外すことができるという家事の時短になるアイテムです。ピンチは挟む面がフラットなので跡がつきにくいのもポイントです。今こちらで使っているのがステンレス鴨居ハンガー。鴨居やドア枠などに挟んでちょっと室内干しなどをするスペースを作りたい時などにすごく活躍します。では干していきます。ハンガー1本で10個の洗濯物を干せるので狭いスペースでも使えます。一個一個外す作業と比べるとものすごい時短になります。ただ10個のピンチを全部使うとかなり密になってしまうので、実際使うとなると一つずつスペースを空けて5、6個かなと思います。ピンチを使わないときは普通にハンガーとしても使えるので、とりあえず一つ持っておくと何かと使えておすすめです。続いて第6位がキャンドゥのマグネットフックです。こちらは300円商品なのですが、それだけの価値があるぐらいの頑丈でしっかりして高見えするアイテム。そしてマグネットの力が超強力です。フックが3つあり、フックの幅が太め、かつ適度に間隔が空いているので、大きめのカバンなどもさっとかけられて便利。カラー展開はこちらのホワイトとブラックもあります。マグネット部分の厚さがかなりあり、強力なのでくっつけると取り外すのに結構力がいるほどです。玄関でも使ってみます。お弁当バッグや絶対に忘れたくない翌日の持参物などもさっとかけられます。第5位がコンパクトサイズの薬味おろしです。ニンニクや生姜など
薬味を少量だけ使いたい時に役立つ薬味おろし。おろしてそのまま他の調味料などと混ぜられるヘラのような役割もしてくれます。おろす面がへこんでいるので、おろした食材が落ちにくくなってます。持ち手部分は長め、収納用の引っ掛け穴が開いてます。そこには足もついており、テーブルに置いた時もぐらつきません。一かけの生姜のために大きなおろし器を出すのは面倒だなと思ってましたが、この薬味おろしならさっと気軽に使えます。持ち手部分がしっかりと取られているので握りやすく、力を入れてすりおろせます。また最後の最後まで指を痛めずにすりおろせます。耐熱温度が130度なので、溜まった生姜をこのまま熱湯などに入れてくるくる回して溶かすことができます。レモンの皮や柚子を削って熱い紅茶などにそのまま入れて使うこともできます。第4位がセリアのトースターバッグです。このバッグに入れてパンを焼けば、外はカリッと中はふんわりとした食感になります。そしてバッグに入れて焼くのでトースターを汚しません。フッ素加工でこびりつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れも簡単です。これを使い始めてパンを焼くときには手放せないアイテムになりました。パン以外にも鮭を焼いたり、冷凍品の温め直しなどにも使えます。大きさは食パン1枚がすっぽり入るぐらいのサイズ。袋の内側の手触りはツルツルしています。普通にトースターで焼くと熱が食材に直接当たることで水分などが飛んでしまいますが、このガラス繊維でできた袋に入れると食材の水分や油分が飛びません。早速洗って使ってみます。ピザトーストにしてみました。上に具を乗せるときはぎっしりと乗せた方が袋の中で隙間ができずポロポロこぼれにくいように感じました。いつもより少しだけ長めに焼いてみました。中でチーズもくっつかずすんなり出てきました。そして食べてみてびっくり。外はカリッと中はもちもちで、いつものトーストとの違いがよくわかりました。そしてこびりつきもないので洗うのも楽なのがすごく助かります。冷凍のお餅も焼いてみます。中のもちもち感もしっかり感じることができました。
食材がより美味しくなるし、アルミホイルの節約にもなり、すごくおすすめのアイテムです。第3位がダイソーのバスケット用仕切りです。私は L サイズを使ってますが、M サイズもあります。こちらは冷蔵庫用の仕切りなのですが、これも組み合わせます。中身に合わせて仕切る位置を自由に変えられるのも便利です。仕切りがないとついついぐちゃぐちゃに入れ込んでしまいますが、こちらを取り入れたことで初めに整理した状態をだんだんと保てるようになってきました。キッチングッズもついつい押し込んで適当に入れがちなので、こちらで整理しています。衣類の整理にもおすすめです。いろんなところでの整理整頓に便利な仕切り、ぜひ取り入れてみてください。そして第2位がセリアのちょい混ぜマドラーです。我が家で今ではほぼ毎日使ってるアイテムです。普通の泡立て器だと大きすぎるけど、菜箸やスプーンだと時間がかかるし、もっと手っ取り早く混ぜたいという時に大活躍します。材質はポリプロピレンで耐熱140度なので、コーヒーやココアを混ぜたり、カップスープなどの熱いものをちょっと混ぜたりするのにも使えます。まずは卵を混ぜてみます。混ぜる部分がシャープなので、卵を切りながら混ぜられます。そのため菜箸で混ぜるよりもやりやすく、短い時間でちゃちゃっとかき混ぜることができます。小さい器にフィットする使いやすい大きさです。ドレッシングをちょこっと作る時のちょい混ぜにも便利。コーヒーとミルクを混ぜるのに使ったり、即席の味噌汁を混ぜたりするのにも便利です。スプーンだと溶け残りが気になる場合にも、これなら均等に溶かすことができます。収納場所を取らないコンパクトなサイズも気に入ってます。そして第1位がセリアの何度でも貼って剥がせるフィルムフックです。粘着剤が使われておらず、タイル、ガラス、鏡などの平らな場所にピタッと密着します。そして何といっても何度でも剥がせて、吸着力も落ちることなく使えます。しばらくして使う場所を変えたくなっても大丈夫だし、貼る場所が少しずれた時も何度でも位置を調整できるのも本当に助かってます。シートを貼って空気を抜けばしっかりピタッとくっつきます。シートも透明なので目立ちにくく、剥がし跡が残らないので賃貸でも気兼ねなく使えます。2つ使って
お鍋の蓋を収納するのにも使っています。汚れてきたら洗剤で洗えますし、私は吸着力が弱まってきたらお湯で濡らして乾かして使ってます。こちらでご紹介したのはフックがスイングになっているタイプですが、こちらのシリーズは幅広く種類やサイズも揃っています。以上、2022年上半期買ってよかった100均アイテムベスト10でした。いいなと思うものが一つでも見つかればチャンネル登録やいいねボタンしていただけると嬉しいです。